この辺り86世帯暮らしていたんですが、半分以上が壊滅状態になっています。南相馬市の高台に来ています。一夜明けて津波の被害の深刻さが明らかになってきました。福島県沖に満潮を迎えます。沿岸部及び河川付近には近づかないようにしてください。まもなく福島県海岸部が満潮を迎えます。また今後の情報に十分ご注意願います。この瓦礫の山が津波のものすごい破壊力を物語っています。そしてあちらに見えます鉄塔が2本完全に折れ曲がってしまっています。後方です。まもなく満潮。青い建物の屋根が水面から顔を出しているのが見えます。完全に水没してしまっています。
常磐線いわき太田駅と原ノ町駅の間で電車が停車したままになっています。乗客は全員避難した後です。こちらのスーパーでは店内でスプリンクラーが作動し水浸しになってしまったため、店内からお客さんの要望に応えて商品を出し外で売っています。長い行列ができています。はい、申し訳ございません。パンはもうこちらに出てるだけで終わります。南相馬市鹿島の避難所です。こちらには450人ぐらいの方がいらっしゃっています。そして地元の方と市の方による炊き出しが行われて振る舞われています。暑いから気をつけてね。あとおにぎり。ありがとうございます。おにぎり。こちらの避難所を訪れる人はあちらの名簿に名前を書くことになっています。家族の名前を探してここを訪れる人の姿が絶えません。お名前こちら南相馬市原町区泉にある集落です。こちらの集落からも大勢の人たちが避難所生活を始めています。南相馬市によりますと、
午前3時ごろに食料の物資が供給され運ばれてきました。この後、南相馬市の給食センターで炊き出しを始めるということなんですが、全体で5000人の避難所生活の方々に対して用意されているのは500食しかないということです。このため自衛隊が朝早くから炊事車をこちらへ持ってきまして、南相馬市でも炊き出しを行うことにしているということです。こちらの集落は86戸ありますが、高台にある家以外は半数以上の家々が壊滅、もしくはその姿を消してしまっています。人気はところどころでですね、昨日の夜家を見に行けなかった方が自分の家がどういう状況になっているのかというのを見に行く人もいるんですけども、朝会った方に聞いたらその姿が全くなくて、土台も残っていなかったという話でした。本来であれば上が流されるのはわかるというんですけれども、下の土台までなくなっているので、どこに自分の家がどういう間取りであったのかっていうのがはっきりともうわからなくなっているような土地になっていると、そんな話もしてました。地震発生直後に第1波の津波が来まして、堤防が一気に壊れました。ほどなくやってきた第2波によって津波は一気に押し寄せ、この位置は海から1キロほどの場所にあるんですが、さらにこの奥に1キロ行ったところまで津波は押し寄せました。辺りには集落が86世帯、この辺り86世帯暮らしていたんですが、半分以上が壊滅状態になっています。南相馬市全体で1800世帯が崩壊状態だということです。そして奥に高圧線の鉄塔があるんですが、ご覧いただけますでしょうか。電線が切れているのが分かります。そして本来ですとその右側にもう一本鉄柱があるはずなんですが、津波の影響で全くその姿がなくなってしまっています。そして山の向こうにもう一基、鉄塔があるんですが、そちら支えていた電線が切れる時の衝撃でぐにゃりと曲がっているのがご覧いただけるかと思います。どれほど強い流れで一気に波が押し寄せてきたのか、津波が一気に訪れてきたのかがわかるかと思います。現在南相馬市では各避難所で炊き出しが行われていますが、南相馬市鹿島区の障害学習センターでは1200人、南相馬市小高区の小高工業高校の避難場所には1000人の避難の方が訪れているということで、食事など特に水、飲料水とトイレ用の水が足りないと各避難所から要望が寄せられているということです。現在南相馬市では40カ所、昨日よりもさらに1000人増えて6092人の方が現在避難生活を送っています。この泉地区、さらには北泉地区、貝玉地区など海沿いの地区、ほぼ壊滅状態になっています。現在も国道6号線よりも東側の地区では避難勧告が出されていまして、皆さん避難生活を送っています。食事の数も足りてはいないそうなんですけれども、特に水の断水状態が続いていまして、飲料水、さらにはトイレ用の水が足りないと各避難所から要望が出されているということです。南相馬市役所の広報はアナウンスを通じて食事、水、トイレットペーパー持っている方は皆さん助け合ってくださいというふうなアナウンスをしています。しかしそれでもなお水が一番足りないという現状です。